皆様こんにちは。今回は今流行りのミラー型ドライブレコーダーのデメリットを完全になくした車を買った時から元からついている鏡の純正ミラーを丸ごと外して交換する画期的なミラー型ドラレコをご紹介します。この令和の時代にドラレコをせっかく買うなら昔からあるカメラだけのドラレコじゃなく、ここ 2,3 年で人気になってきている電子ミラー機能のあるタイプを買いたいなと思ってオートバックスに実際に見に行ったら、純正ミラーの上から被せるタイプで後付け感丸出しの見た目と本体から出る配線が気になった方結構多いと思います。そこで今回紹介する Max Win のドラレコ、こちらまさかの車に元からついている鏡の純正ルームミラーを台座ごと外して交換するタイプになります。なので見た目がほぼ純正、ドラレコのケーブルも外から見えるのはここだけ、台座ごと丸ごと交換するので、ミラーの上からドラレコをかぶせた重さのせいで運転中にミラーの角度が自然と下がってくることもなく、さらについてくるドラレコの機能も多すぎるとんでもないミラー型ドラレコです。そもそもミラー型ドラレコって何って方に簡単に何がいいのかお伝えすると、まず昭和からある鏡のミラーでは絶対に映らない広範囲を見ることができます。リアガラスに取り付けたカメラの映像を電子ミラーにそのまま映すので、昔ならこれぐらいしか見えなかったものがデジタルミラーを使うことでここまで見えるようになります。広角カメラのおかげで鏡のミラーでは視覚になっていたところも含め電子ミラーだけで確認できるようになるので、普段の運転がかなり快適になります。またどこかに旅行や引っ越しするときにトランクに荷物がパンパンに入ってたり、後部座席に人が乗っていたら後ろが見にくいことあると思いますが、それも電子ミラーにするだけで物理的に視界がブロックされて後ろが見えなくなることがなくなります。カメラの映像を常にミラーに映してくれるので、その時の環境によって見え方が変わることなくなります。これがミラー型ドラレコを取り付けることで一番感じることができるメリット、いいところですね。そもそも後ろが見にくいトラックとかスポーツカーに取り付けると毎日の運転がかなり快適になりますね。それでは実際に箱を開けて Max Win のドラレコがどんな感じかお見せします。箱の中には説明書、付属品、本体の3つが入ってきます。電子ミラー本体はこんな感じ。画面オフの状態だと普通の鏡としても使えます。また車種専用の取り付けステーもあり、僕の乗っているスズキのスイフト用ももちろん用意されています。こちらのドラレコの取り付け方ですが、他社のドラレコだとほとんどがシガーソケットから電源を取るタイプですが、こちらはデフォルトで車の中のヒューズ電源などから電源を取る駐車監視ケーブルが元からついてくるので、そのケーブルを使って車のヒューズから電源を取るタイプです。車のヒューズ電源の場所は車にもよりますが、大体がグローブボックスの奥にありますね。スイフトの場合はグローブボックスを開けてここに見えるカバーを外すとヒューズ電源が取れます。ドラレコのヒューズ電源の取り方ですが、いろいろ調べてみたんですが、自分では全然やり方がわからんかったんで、ネットで調べたら今って家まで来てくれる出張ドラレコ取り付けサービスがあって、そこで取り付けをお願いしました。取り付けの値段もカー用品店やディーラーで取り付けるよりもだいぶ安くて、出張費用も1円もかからなかったので、もし関西圏でドラレコ取り付けたい方は出張ドラレコ取り付けサービスがめっちゃおすすめです。取り付け自体は約2時間ほどでした。家にいて取り付けが終わったら呼んでくれるのでめっちゃ楽でした。それでは実際に車についたドラレコを見ていきたいと思います。まずは前後カメラの取り付け位置。これは他のドラレコと同じ感じで窓ガラスに貼り付けるタイプ。よくあるカメラがミラーと一体になっていないので、自動ブレーキのレーダーとかセーフティー機能のついている車でもそこを避けてカメラを貼り付けできます。またミラーと一体になっていないおかげで事故の衝撃でミラーが動いて肝心の事故の瞬間が撮影できてなかったなんてことがなくなります。リアカメラは車内のリアガラスに貼り付けるか車外に取り付けるタイプも選べます。僕は車内貼り付けタイプにしました。車内にした理由は、車の外にカメラ取り付けて雨の日に水滴がリアカメラにつくと見えにくくなるので、リアワイパーの可動範囲に貼り付ければワイパーが水滴のついた窓をきれいにしてくれるので雨でも快適になるからですね。そして Max Win のカメラのいいところは、普通って一度貼り付けるとカメラの角度って変えれないんですが、こちらの前後カメラにまさかのこんな感じで小さいレバーがついてまして、このレバーを上下に動かすことでカメラの画角を変えることができます。もちろん走行中の振動で画角が勝手に変わらないように結構調整は固めです。運転席から見た景色はこんな感じで、配線が一切見えない作りになっています。見える配線はここだけです。また外から見てみると全体が黒のミラーで後付け感がゼロ。ほんと知らない人が見たら車を買った時から初めからついている純正のルームミラーだと錯覚するぐらいクオリティ高めです。それでは皆さんが一番気になる実際の走行映像、夜間の性能をお見せいたします。カメラの性能は200万画素もあるので普通に綺麗ですね。ナンバープレートも後ろの人の顔もしっかりと見えてます。
また今の映像を見て気づいた方いるかもですが、なんか映像がだいぶ滑らかじゃないですか。これは 60fps で撮影しているからなんです。今あるほとんどのドラレコは60の半分の 30fps です。まず FPS って何やねんという話なんですが、簡単に説明すると1秒間に何枚の写真を撮ったかになります。30fps は1秒間に30枚の写真を撮ってパラパラ漫画のように連続で表示して動画を作っています。なので 60fps だと1秒間に60枚撮影するので、 30fps では撮影しきれなかった瞬間も撮影して動画になっているので、30よりも 60fps の方が滑らかな映像になるといった仕組みです。参考までにこちらが前使ってた 30fps のドラレコの映像、こちらが MaxWin の 60fps、60の方が明らかにヌルヌルなのが伝わると思います。これが 30fps 上がることのメリットです。次に昼間にトンネルを走った映像になります。普通のカメラだと明るいところから暗いところに入ったり、その逆で暗いところからいきなり明るいところに出ると映像が白飛びして何も見えない瞬間が出てくるんですが、こちらのカメラには HDR 機能と家電で有名なソニーのセンサーを使っているので、撮影した映像の白飛びを抑えてくれ、トンネル出た瞬間の映像が白く飛んでしまって綺麗に撮れてなかったなんてこともなくなります。トンネルの中の映像はこんな感じで、車間が離れていると相手のナンバーは正直見にくいかなと思いますが、近づいたら読めるかなって感じですね。そしてこれが夜の映像。昼間に比べると正直画質は落ちた感じしますが、ある程度近くなるとナンバープレートも人の顔もはっきりと見えるレベルなので大丈夫かなと思います。夜のこのザラザラした感じはソニーの30万円ぐらいするビデオカメラでも出てしまうので、ここは今後のカメラ性能の進化に期待ですね。昼間に比べると先ほど言ったノイズのせいでどうしても夜の画質は悪くなりますが、肝心のナンバープレート、車種、運転手の顔は全部きれいに記録できています。後続車のヘッドライトがリアカメラに直接当たって映像が白飛びすることも HDR 機能とソニーの技術のおかげでだいぶ軽減されてますね。もちろんドラレコは映像だけでなく音も録音できるので、当て逃げされた時や事故った時に相手のナンバープレートを声に出して読み上げることで証拠が録音できますね。この録音機能は設定でオフにすることもできます。そして今の時代絶対に必要な駐車チューブを録画できる駐車監視機能もありまして、当て逃げ対策もバッチリです。僕は半年に当て逃げを3回されて、一番被害が大きかった時になぜか当て逃げの瞬間が記録されてなくて、それがきっかけでケンウッドのドラレコを捨てて買い替えたんですが、肝心なところが映ってないと何の意味もないです。その点こちらのドラレコはタイムラプスで常に録画しつつ、何か車に衝撃があった時にその衝撃があったところから60秒普通の動画として記録されるので、当て逃げされる確率がだいぶ減りますね。カメラがいっぱいついてるイオンモールの駐車場でもなぜか一部の監視カメラの電源が節電のためオフになっていて、肝心の当て逃げ現場が分からなかったことが友達で実際にあったので、自衛のためにも駐車監視機能は絶対にいりますね。ここまでだとよくあるドラレコですが、今回の MaxWin のドラレコには他にも色々機能がついてまして、まずはバックするときギアをリバースに入れると画面が一番広角の状態になって純正ナビでよくあるガイドの線も出てくるので駐車しやすくなります。またリアカメラの映像は見え方を調整できるようになっていて、2種類の画角を一瞬で切り替えすることもできます。これが一番広角の状態。この状態で指でシュッとスライドすると自分が見やすい設定した見え方に秒で変更することもできます。ズームできるので電子ミラーでよく言われる後続車との距離感がつかみにくいデメリットもなくなります。ただ慣れれば広角の方が全体を見やすいので、僕は基本的に一番広角の状態で固定して使っています。またドラレコなのに運転支援機能もがっつりありまして、これ僕が使ってて一番いいなと思ったのが、他の車がサイドミラーの死角に来た場合、音と電子ミラーの端が赤く光ることで死角に車がいることが分かるようになっています。またリアカメラに映る全ての車に緑の四角、バイクや歩行者は紫色の四角で囲んで、どこに何がいるか一瞬で分かるようになっています。昼でも夜でも認識能力が高めで、車がいれば緑色で囲ってくれるので本当運転が楽になりますね。もちろんそんな機能いらないって方は設定画面からいらない機能をオフにできるので、自分に合った調整ができるようになっています。もちろん車が死角に来た時になるこの警告音もミュートできます。音量の調整のやり方はミラーの右側を指で上下にスライドするだけ、また左側をスライドするとミラーの画面の明るさを瞬時に変えることもできます。また設定すれば時間によって自動的に画面の明るさを調整してくれる機能もあるので、日中は画面を明るめにして夜になれば少し画面の明るさを自動的に暗くしてくれることもできます。
またフロントカメラには前の車が発進したことを教えてくれる先行車発進機能もあったり、いきなり歩行者が車の前に現れた時に警告してくれる機能もついてて、かなり安全運転に役立つ機能が大量についています。もちろんそこまでいらないって方は設定で各種運転支援機能はオフにできるようになっているので、自分に合った機能だけ選んで使うことができます。極端な話、この下にあるボタンを押せば電子ミラーの画面をオフにできて、普通の鏡の状態にしてドラレコ単品として使うこともできます。もちろん GPS も搭載されているので、自車速度や場所、時間など事故の時に証拠となる情報もしっかり記録されます。ドラレコ本体で記録した動画を YouTube を見るみたいに再生できますし、パソコンを持っている方は専用のソフトが用意されているので、それを使って録画した映像を再生することもできます。そのソフトを使えばこんな感じで速度、方角、地図も表示してくれます。ソフトがなくても SD カードをパソコンに挿して動画プレイヤーで再生もできますし、その映像をインスタや SNS にアップするのも簡単です。これだけ性能が良くて純正と丸ごと交換で見た目もいいので、正直安くはないですが、かなり見やすい映像とソニーの技術と HDR 機能で夜も比較的綺麗に撮れる。そして便利すぎる運転支援機能で毎日の運転がさらに快適。そんなミラー型ドラレコです。今ドラレコをどれにするか迷ってる方で、録画だけできる普通のドラレコだけじゃなく、鏡で見るよりも電子ミラーで広範囲を一気に見たい方、運転支援機能で普段の運転をさらに快適に安全にしたい方、純正ミラーの見た目が気になる方で見た目をさらに良くしたい方、電子ミラーの後付け感や配線が気になる方にはこちらの MAX ウィンのドラレコ MDR-A002 はおすすめですね。今回紹介したドラレコや関西限定のドラレコ出張取り付けサービスの情報は動画の下にある概要欄に詳細を書いておくので、気になった方は概要欄を見てもらえたらなと思います。スマホで概要欄を見る方法ですが、今見ている画面で動画のタイトルをタップすると下の画面が切り替わって、少し下にあるもっと見るを押すと概要欄が見れますので、ぜひ参考にしてください。こちらのチャンネルではスズキのスイフトスポーツに関する動画やカー用品、洗車グッズ、ドラレコなど車に関することを発信していますので、この動画が参考になったと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録といいねボタンを押していただけるとだいぶ助かります。ということで最後まで見ていただきありがとうございました。